どうもこんにちは、川口の健です。今日はナンバー15ホールカットベアの釣り込みをやっていきます。まずカウンターセメントから塗っていきます。今回この動画、ちょっと今僕も動画を見ながら、この編集しようと動画を見ながら、皆さんと同じ目線でちょっと解説というかね、感想をね言いながら音声を入れてます。まずカウンターセメント塗って、そしてそこにこのかかと芯を差し込みます。これナンバー16のバファローズエプロンの方でもまた釣り込みちょっと詳細に説明しながら撮ってるので結構被るとこあると思うんですが、この動画もちょっと解説しながらやっていきます。これベビーパウダーですね。木型、最後完成して抜けを良くするためのベビーパウダーを塗ってます。釣り込んでいきます。このヒグマ側の表情がね釣り込んで、そしてスキンステッチの表情が釣り込んでどうなるかがすごく楽しみです。釣り込みは基本的に少しかかとを上げて、そして前にグッと引っ張って、まずこの1本目の釘を打ちますね。今かかとはかなり上がっている状態です。でこの前部分を少し固定して、そしてかかとを下げていくと、かかとの履き口のテンションがかかって、結構かかと上がってますよね今。テンションがかかって木型に沿うので、逆にこのかかとを上げずに釣り込むとこの履き口全然テンションがかからなくて、すごいゆるゆるになっちゃうんですよね。ライニングとアッパーはそれぞれ引きます。車の内輪差と外輪差みたいな同じで、内側のものと外側のものではそのカーブの半径が違いますよね。なので一緒に引くんではなくて、ライニングとアッパーそれぞれ別に引くことによってちょっとこのずれますね。今ちょっとこの茶色いところが見えてると思うんですけど、黒い色の下にこれはライニングで、ライニングの方が少しアッパーよりも距離が短いので少しこうやって底面から見えます。逆にアッパーとライニングまとめて引いちゃうと、これまたね履き口がちょっと笑っちゃったりとか、巻き方への沿いが悪かったりするので別々に引いていきます。このかかと部分には、芯が入ってますので、しっかりね他の部分に比べてよりしっかり叩いて引いて木型に皮を引き寄せていく必要があります。ただこの熊皮はですね結構厚みがあるのもそうだし、皮の質的っていうか、なめし方とかかもしれないですけど結構へこむんですよね。この今ハンマリングしてるところを見ていただくと分かるんですが、かなり打痕が残ります。皮自体が結構へこみます。だからなかなかエッジを決めるのが難しい皮でしたね。そしてハンマリングをして結構打痕が残るので、少し強めにこのコクリ棒で凸凹を取っていきます。こんな感じでかかとの釣り込みが終わりました。一般的にタンニンなめしの方がへこみやすく、黒目なめしの方がへこみにくいですね。あとは皮の厚みとか、その皮の個性にもよるんですけど、このヒグマ側はタンニンなめしです。次にフロント部分の釣り込みですね。つま先部分の釣り込みではアッパーを一回めくり上げてライニングを釣り込みます。
今軽くライニングのボールジョイントあたりを引いて釘で留めてます。そして、ここはいろいろね職員さんによってやり方があるんですが、僕はここでライニングに糊を塗って、中底側にも糊を塗って、つま先部分のライニングはこの糊の接着で固定していきます。3点留めて、あとは細かく糊の接着でこのライニングにシワを寄せながら釣り込んでいきます。この使ってるライニング結構柔らかいので、比較的この糊まとめっていうんですけど、この糊の釣り込みが楽にできます。ただ厚みがあるので、その辺しっかり加工しないと、ちょっと靴完成した時にちょっとやぼったくなるというか、ぽってり感が出ちゃうので、結構そういう素材の選定、厚み、柔らかさっていうのはいろいろ、それを選べばいいだけじゃなくて、その制作の仕方によって仕上がりにかなり影響が出ます。それをいかにその中でもかっこよく仕上げていくっていうのが、その腕の見せ所っていうかこだわりポイントですね。ライニングは余りの部分、ここはもういらないのでカットします。これはちょっと僕もいろいろやってみてる途中で、このラインカットしないでやったりカットしたりやったりしてるんですけど、今回はちょっとカットしました。そしてそのラインにまたセメント、カウンターセメントですね、これを塗って先芯を吊り込んでいきます。ちなみにこの日は吊り込み日和でして、隣で吉健もポンポン吊り込んでます。自分もこうポンポンね靴を叩いてて、隣でもポンポン靴叩いてるんで、すごくねこの工房内が一番靴工房らしい雰囲気というかね、そういった音が鳴ってる日でしたね。上部に釘2本打ってます。これずれ止めですね。決めた位置に置いて、そこからずれないように仮止めしている釘です。そして底面側でも細かく釘を打って留めていきます。吊り込みはこの、基本叩いて引いて釘で留める、引いて叩いて釘で留めるっていう工程の繰り返しなんですが、もう本当にこれが本当に重要で、これをしっかり引いてしっかり叩いて、そして釘で固定していくことによって木型のフォルムが出て、そして型崩れが少ないいい靴になります。これでしっかりこの皮が引けてないと、木型と皮の間に隙間ができてぷよぷよなって、あまり吊り込んでる意味もないですよね。なのでしっかり引いて叩いて吊り込んでいきます。この吊り込みで、ワニとハンマーで含めて何回ぐらい叩くのかちょっと分かんないんですけど、数千回は叩くのかな、一足、両足やって数千回、1000回は叩きそうですね。これ今つま先の芯の加工に入ってるんですが、これもう乾かした後です。
通常、先芯のこの乾くのかなり時間かかっちゃうので、いつもドライヤーを使って少し乾燥を早めて作業を進めます。この先芯の成形は濡れてるままだとできないので、しっかり乾かしておく必要があります。この先芯をしっかりきれいに成形していくっていうのが半導損ウェルテッド製法手製靴の醍醐味というかね、すごく重要ポイントなので、かなり時間をかけて手間をかけてやっていきます。そして先芯で何より大事なのはエッジです。もちろんこの上部のこの丸みのある形も重要なんですが、底面のエッジがとても大事です。ここですね。この底面のエッジ、今からもっとはっきり出てきます。この硬化剤によります。この硬化剤によってこのエッジをより際立たせます。固めールというね、皮を固める硬化剤、そういう商品名、ドラえもんの秘密道具みたいですけど。そしてこれ今コクリ棒でこすってます。これ半乾き状態になってからこすってますね。こうすると表面の皮の繊維が潰れて平滑になってきます。ほら、エッジがパキッと立ったのが分かると思います。この先芯の加工、エッジも含めてしっかりやっておくと、このハンドウェルと手製靴の醍醐味であるこのウェルトとアッパーの密着感っていうところがすごく美しく出てきますので、本当に大事です。そしてつま先のつり込みに入ってきます。この靴のつり込みで重要なのはスキンステッチの位置ですね。センターライン上にスキンステッチのラインが来ますので、これずれると格好悪いですね。なのでこのセンターラインがしっかり合うように微調整しながらこうしてチェックしてしっかりチェックします。つま先の真ん中にスキンステッチが来るようにつり込んでいきます。もちろんこれは型紙上で真ん中に来るように設定してありますが、皮の伸びとかね、そういういろいろなことによって適当につり込んだらねずれちゃってるっていうこともありますので、しっかり見ていきます。そしてつま先のつり込みあらかた終わりましたのでハンマリングです。エッジを叩いてますね。このエッジが非常に大事です。そしてスキンステッチ部分もしっかり叩きます。今回スキンステッチはあまり目立たせたくないっていうのがまず一つありますので、スキンステッチのこのちょっとねポコポコなってる凹凸部分も叩いて木型にしっかり密着させていきます。そしてまたこのコクリ棒で濁音分けします。これはですね、コクリ棒木なんですけど、あんまり強くこすると皮が焦げます。でそこだけ色変わっちゃったりツヤ感が明らかに変わっちゃったりするので、加減しながらこすってます。そして最後につり込みの釘をすべて倒します。これは若干なんですけど、この釘を倒す時に少し内側に皮を引き寄せる効果もありますので、これでさらにエッジ部分が引き締まります。それでは当日の僕の解説です。どうぞ。ということでナンバー15ホールカットベア釣り込みが終わりました。めっちゃかっこいいです。ホールカットというと木型の形そのものがデザインになるので、試行錯誤しながら履き心地よく、そしてかっこよくっていう風に作った木型がすごく生きてますね。
オールカットって僕の中のイメージでは結構すっきりしてるというかシャープな印象があるんですけど、この靴はまあ全体的なデザインバランスだったり、あとはまあこのヒグマの革の表情からちょっと朴突な雰囲気というか、こう尖ってない落ち着いた佇まいが感じられます。スキンステッチですが狙い通りな感じです。存在感はわかるんだけど強調しすぎない。でこういった脂肪革ってハンマーで叩くと結構脂肪が潰れるんですよね。でこのかかととつま先っていうのはハンマーでガンガン叩くので脂肪がだんだん潰れてきます。で光沢感が出て、その光沢感のグラデーションっていうのがまたこの脂肪感の持つ面白さなんですけど、スキンステッチ部分ってちょっと叩いて潰してるので、光沢感があるんですよね。ちょっと平滑になってます、もともと。でそれがこのつま先のこう叩いて光沢感が出た部分とすごく馴染んで、なんだろうな、すごく一体感があります。ここをね実物ぜひ見てほしいんですけど、なんかそそりますね。ここ見てるだけでご飯食べられるなぐらいの質感があります。熊川の表情もいいですね。デザインラインの継ぎ目がないので、この木型のラインがよりはっきり、そして脂肪皮の表情がよりはっきり感じられて、この皮はこのデザインでやってよかったなという感じがすごくします。ということでナンバー15の釣り込みをしました。この靴はハンドソンウェルトで作っていきますので、その様子も撮影していきます。それではまた。